こんにちはー。日本には四季があるよ。スパロボ F で総活躍社会目指して日夜頑張っておりますのよ。さあ本日も始めて、参ります。第2弾スーパーオズ対戦 F 完結編。今回はその第45話噂の波乱万丈マップでござりまするぜ。色々あれこれ説明が多いのですが、まずは、本筋ではロンドベル隊があれこれ手を尽くしてる間にティターンズはドレイク軍との同盟を公に発表してしまいます。これでせっかく掴んだ情報も、水の泡になってしまったロンドベル隊のもとに敵機が襲来します。どうやらティターンズの追撃隊が追いついてきた模様です。で、現状の状況説明に移ります。いやーいきなりギャプランのメガ粒子砲が来ます。ドヒャークリティカル食らってんじゃんかよー。実はこれ4回目のチャレンジ。1回目はなんとかティターンズを5機以下まで撃墜したのですが、今回追加配備した機群のロフ君がティターンズと一緒に撤退しちゃうっていう事態に陥っちゃってあえなくやり直し。で2回目は突っ込ませすぎたウィングゼロが集中砲火で撃墜されて、エンド。そして慎重にいった3回目はいよいよゲーグルが攻撃してきたから反撃してみようと思ったらどこかで入力ミスがあったのか、もともと無理があったのか気分のゲーグルに攻撃ができないってことが判明して、これまたジエンド。それで今やってるのが4回目。そう今回敵方の追加配備には今名前が挙がってたゲーグルのロフを追加しておりますよ。画面右下に映り込んでおりました。で、元は気分で参戦させてたのには訳がございまして彼超強気でしょ。なのでティターンズと同じ赤軍にしてたら気力がどえらいことになっちゃうじゃない。だからネーフの時に一度成功した気分で今回参戦させてみようって思ったわけなんだけど、ナイスクリティカル閣下。そうその前にティターンズのバウ4機をマラサイバーザムハンプラビ弱、ギャプランに入れ替えてありますのよ。中でもギャプランはなかなか強烈なのでメガ粒子砲もらわないように気をつけないといけません。話をゲーグルに戻しまして、でもまあ早い話がうまいこといかなかったみたいなの今回は。こいつもやばいぜゲーツキャパ。必中使えばわけないが、できればゲーグル戦に残しておきたい。あとメガ粒子砲も強力だから山岳に降りてから反撃したいのじゃ。でみたびゲーグル、原因はわかりません。仕方がないけど、じゃあどうすんのよって、思案した挙句、赤軍にして気力を100で、固定しちゃえって思いついたわけさ。なのでそういう塩梅を理解をば。でね当初は気分だったから、赤軍と揉められてもこっちとした困っちまうもんで、いつもは右側に展開してるティターンズを連邦軍の方に寄せてみたのさ。大体の勘でね。なので程よくいい感じで寄せれたので、違った展開になるから、このままやってみようってやってます。で、実際プレイしてみるとこれが手前になっちゃったティターンズは動き出しが遅いので、後からやってくる連邦軍と一緒にやってきてしまうという恐ろしい展開になっておりますです。なので4回目ともなると1回目2回目の教訓を踏まえまして、全軍を山岳に張り付かせることは足が遅いので諦めまして、下の森に通らす部隊を降下させ、両軍を迎え撃つ構えにしておるのが今の状況でございます。果たしてうまいこといきますかいなどうかいな。こうなるとゲーグルちゃんはもう下まで進軍してきてるのでそらもう大変ですがな。あれねあれ。一応ロフ君は停戦協定の後地球を一度手放したゲストポセイダル軍ではありますが、彼一人だけ地球に残ってゲリラ戦を仕掛けてきているっちゅう体でやっとりますんでついてきてちょね。トロワは最前線で張ってるので、この後のエネミーフェーズを見越して一度ひらめき使って攻撃させときます。残念ではありますが多分ゲーツキャパにもゲーグルにもはたまたブランの足間にも命中率させることは容易ではないと思いまするのでここで頑張ってもらいまするぜ。キャツラとやり合えるのは必中持ちのゼクスとトレイズカッカーと集中持ちのレディアンと草だけだと思われます。だから彼らだけは撃墜されるわけにはいかないのだ。覚悟弁言ったー。ズドンペラペラ走行バイアラン。今回からトラント得意が、トーラスに乗り換えてありまするのよ。
動画の後半でパラメータを非表示してあります。あとゼロとリリーナも上げてるぜ。ウィングゼロはマップ兵器の改造段階を0から1に上げました。よしよしエアリーズ狙ってくれた。森とウラスだけに集中砲火されると撃墜されちゃうかもなので、攻撃分散してくれるとしめしめじゃぜ。これ、バウから先行したブラギね。でエアリーズ1機だけ別行動を取らせてありまするのよ。力られたー。なんかアレキサンドリアが強く感じるのよね。オズパイロットの回避率が低いから、そこそこメインメガ粒子砲が当たるので、あえなく一気撃墜されました。ゲイツキャパの2回行動、正直、勘弁してほしい。でねこの別行動のエアリーズ軍には、特別任務がございまして、ティターンズ軍は確か5機以下になったら、撤退しちゃうのでそれを避けるためと、敵部隊を二手に分断させるというのが、主な任務でございやして、結構弱小オズにあってはマップクリアのため、重要なミッションとなっております。キャプラン君もあと一撃。ナイストロワ。あとあれです。今回も前後半に分けてありますのであしからず。やはりブランに当てるにはちと、命中率が低いかもてなわけで手堅くここは、防御します。ゼクス特差、例のやつはこの前より破壊力が増しております。そうか、心してかかろう。この日のためにメイザーにウィングゼロを調整してもらったのだ。必ず奴を仕留めてやる。てな感じで34話で、死にかけた、ゲーグル戦再びでございます。ナイスのイン、森効果のおかげじゃば。雑魚でもなかなかの破壊力あるからね。できればもらわずに行きたいでよ。ウッター君は飛んで火にいる夏の虫。初めてマシンキャノン使います。おしまいじゃばベンウッター。まあまあ君はこの程度、残りの奴らが怖いんじゃ。ゲーグル君のお出ましです。まずはお手並み拝見、防御でしのいでおきますよ。じゃあかなり強力ドライバーキャノン。でもね残り3発しかないんじゃろ。あ、ちなみに今回のゲーグル君は前回が4段階改造だったので1段階上げて5段階改造にしてあります。なので走行も攻撃力もかなり化け物じみてきております。さあ敵3総出でなんかしてきました。なわけでツインバスターライフルのお出番です。沈めー。ズバーン。それほど威力があるわけじゃないけども、やられかけの奴らを沈めるには、十分なんじゃないんでしょうか。やはりノーダメの奴は落としきれないか。でもねやったぜベイビー。これでだいぶと数は減らせそうじゃ。愛はまだ温存しておきたいので、とりあえず閣下には根性で、この場をしのいでもらっておきまする。一応アクシズの攻防マップで、ウィングゼロを手に入れたことで、やっとリマスですあしからず。エアリーズ君の攻撃力はもう限界に来ております。いやー困った。次もゲーグルのドライバーキャノン食らうので、体力回復させとくぜ。よし、見事沈めてみせられー。ドロシー城には今回もあの任務が、待っとりますので、一人北上させまする。戦艦もペラペラ走行なんで撃墜されないように逃がしまする。よし閣下とゼクスには気力を十分上げておいてもらわねば、奴の走行貫けないんだぜ。頼むぜ。70%避けやがった昆虫症。雑魚に避けられるとショックでかいぜ。これ、トラントくんね。見事オットーくんの穴を埋めてくれました。もう少しレベルアップしたらいよいよ、リリーナちゃんも精神コマンド愛が使えるようになりそうだぜ。やってやれトロは。さすがオペメテ組。破壊力はすごいのよね。問題なのは命中率。この先活躍できるかどうかかなり不安。そう今回は命中率補正の精神コマンドを有しておらぬのインちゃんは愛用員にする予定。プイマ、なんちって。初見の方のために念のためノーセーブならぬノンリセットでプレイしておりますのであしからず、万が一、ズルした場合は言いますので。よし、だいぶ減らせた。
避けられようが当てられようが操作ミスをしてしまおうがそのままプレイしております。未だ倒せてなくて後回しの、ゲイツくん、早く倒したいのは山々ですが、いかんともしかたい現実が。力れたー、やばいぜアリーズくん、62%避けるんだ。すっとね、ナムさん。これで2機失いました。果たしてクリアできるのか？これまたやばい、メイン目が。この弱小オズでよくもまあやってるぜって、思ってくれたそこのあなた。マップクリアできましたら、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。ブランのオフさんも倒せてない。オフさんはそこそこでも、この足魔境が強すぎるのよ。短期のエアリーズくん、難しい任務だが、無事にこなしてくれませう。さすがにこれは待ってましたとばかりに、反撃です。白とオラスは硬いのよ。相手が悪かったなカブトムシ。また来年の夏にでも出直してこい。そういや最近セミの数が、減ったように。さあ力れんなよ。感じるのは小生だけですかいな。ようしたえた耐えしのいだ。やっぱオズのメンツは2回行動が遅すぎるので、この先行けば行くほど苦しくなりそうじゃ。あの最強ユニットも射程距離が、残念だし。どうしたもんか。バイアランのメガ粒子砲はあと、2発あるわけか。仕方がない必中使って、片付けてしまおう。今更考えなめないが致し方ない。他にいい方法を思いつかないのだ。当たればでかいペラペラ装甲バイアラン。ドラケもあと2発。5回も必中使えるから、1回くらいは大丈夫じゃろ。やはりオズのメンツでニュータイプと、この先やり合うのは苦労しそうだよ。前話でヒーロユイ君は我がオズに捕らえられた体になっとります。それであと数は先で我がオズの戦列に加わるとか加わらないとか。さてはて一体どうなることやら、今後の動向をお楽しみに。新型機も登場する予定。森とオラス部隊にはそろそろ北側の敵から距離を取り、別動隊のエアリーズ君の方へと敵を集めさせようと思いまする。うまくいけばいいじゃが。そんで頃合いドロシー城にはロフを釣り出してもらおうと思いまする。そんでさらに北上させるぜ。我がスパロボ F 世界では通常主役として活躍しないヒールキャラやモブキャラを味方に据えて1話から最終話まで走り抜けておるのでございます。今やってるのは第2弾スーパーオズ対戦 F。アレキサンドリアのガディがこんな強いと感じたことは今までなかったよ。ほとほとオズとロンドベルの能力差を痛感させられてる今日この頃。そんな攻撃では落ちん。吉田部ちゃんは北上してくれた。次のターンでブランも北上させたいけどな。一応モブキャラの連邦兵君たちには仮の名前を付けております。ワーカー、オットー、ミュラーにアレックス、トラント、クライスト、ニコルの計7名、それぞれ登場する機体が違うので今後のそれを楽しみにしててね。まずはニコル副艦でゲーグル攻撃させまして、残りのドライバーキャノン使わせまするよ。あれを食らえばウィングゼロが落ちてしまい、影ないので、どうしても使い切らせておきたいのです。強烈、よく耐えてくれた。オットーとオルギスには射程外から、アレキサンドリアを削らす任務を授けました。いけー。いやー、硬い。あと何発必要なんだ？しゃあこの位置でブランも北上してくると思うんだけど。トロワはひらめきあるから、ここからアレキサンドリアを狙わすぜ。いけー。ドーン。まあまあこれならどないかなりそうじゃありませんか旦那はん。ヤザンがガディーって呼ぶのが妙に好きなアスゲンです。じゃあ最後のドラキャはひらめきのインで、かわします。37か、当たるかもしんない。あ、当たったーやってみるもんだね。それも3000、なんとか倒せそうな感じがする。
ではではそろそろお時間です。次回はゲーグル戦にアレキ戦決着つけてドクーが一味とやり合います。それではまたティターンズの追撃の後半戦で再びお目にかかりましょう。さようなら。